シャロン、皆さんこんにちは、すぐるです。今日は世界中で話題になっているコロナウイルスの影響で、僕自身が体験した出来事と、それを通して学んだことをシェアしたいなというふうに思います。それでは、レッツブログ。はい、今日はカレーを作っていきたいと思います。レッツカレー。母の日にお母さんにカレーを作ったんですよ、初めて。いやー、あの時ね、お母さんがね、超喜んでくれたんですよ。めちゃめちゃね、覚えてる、鮮明に。ですね、この1ヶ月間近くですね、街を歩いてもどこに行ってもバスに乗っても、コロナ言われたりですとか、それはですね、避けて通れないなというふうに思うんですけど、だんだんそれがエスカレートしてきてですね、人種差別的な発言をされたりとか、嫌がらせをされたりとか、人生で初めて経験したものですから、とても結構ショッキングというか、嫌だなっていうことがたくさんありました。その中でもですね、一番ひどかったのが、ある時に買い物に行ったんですね、友達と一緒に。そしたら少年2人がいて、コロナのクソ野郎みたいな感じでですね、僕に向かって言ってきたんですよね。でもう僕はいつものことだからと思ってですね、無視して歩いていたんです。そしたら向こうがね、この爆竹をですね、投げてきて、危なと思って、ふざけんなよと思ってね、歩き続けたんですけど、そうしたらいきなりバーンって音がしてと思ったら、子供たちがエアガン持っててバッて来たのを感じて、あと音でね、びっくりして、僕本当に撃たれたと思って、やられた瞬間にもう感情がピキッってなって、日本語で彼に怒鳴ってしまったんですよ。でもですね、幸いなんか手を出したりとか、大きな出来事にはならなかったので、それは感謝だなっていうふうに思うんですけど、この1ヶ月近くどこに行ってもですね、この差別的なことですとか言われ続けですね、自分も結構精神的にしんどかった部分があったんですよね。エアガンでバーンって撃たれたことによって結構もう自分の感情が爆発し始めて抑えられなくなったんですよね。この出来事だったり、今自分が感じていることだったりっていうのがですね、家族であったり同僚、また友達にですね、めちゃめちゃ言ったんですよ。もうあいつらがさ、みたいな、打ってきては投げてきては罵ってはもうみたいな。カレーめちゃめちゃいい感じです。煮込んでるのでね、待ちたいなというふうに思うんですけども、少し落ち着くために聖書を読んだんですよね。ある箇所がですね、心にとどまりました。悪をもって悪に、侮辱をもって侮辱に報いてはいけません。かえって祝福を祈りなさい。すごい刺さる言葉じゃないですか。僕はね、怒る権利があるっていう風に感じちゃうんですよ、こういう状況にいると。これを読んだ時にすごいハッと気づかされたのが、自分にいろいろと言ってきたりやってきた人がやってることと全く同じことを自分もしているという風に気づかされました。このコロナのせいで人種差別的な発言だったりいろんなことをやってくるけど、僕自身も自分の中でまた口に出ちゃってましたけど言ってしまってたなっていうところですね、僕はこの言葉を読んで気づかされました。南アフリカの大統領で、この人種差別と戦ったネルソン・マンデラっていう人がこんな言葉を残しています。人種差別は魂の病だ。どんな伝染病よりも多くの人を殺す。悲劇はその治療法が手の届くところにあるのにまだ掴み取れないことだ。ですね、このコロナウイルスのニュースですとかいろんな記事を読んで思うことは、人々に与える恐怖心だったり影響っていうのがものすごい大きいなっていうふうに感じています。歴史を見てみると何度もこの人種差別だったり問題は起きています。特定の民族だったり国民に対しての差別、マイノリティの方々を差別すること、歴史は何度もこれを繰り返しています。じゃあこの問題を止めるためにはどうすればいいんでしょうか。僕自身が考えたのは、時にはいろいろと言われるかもしれないけど、それをね、黙って耐えることかもしれません。時にはもしかしたら勇気を振り絞ってやめてっていうことかもしれません。今日僕が伝えたいメッセージは、差別的な発言や行動に対して自分が同じ反応をするんじゃなくて、その発言や言葉を
自分が一度流して、自分は相手が益となる発言をする、また行動をとるということです。めちゃめちゃ偉そうに言ってるのはもう100も承知です。申し訳ないです。でもこれは自分自身が体験したことで、今僕が言ってる内容っていうのは自分自身語ってることです。今でも僕は外を歩くときに、買い物に行くとき、バスに乗るとき、めちゃめちゃすごい目で見られるし、差別的な発言だったり、ひどい時はいろんな嫌がらせを受けます。何度も仕返したいっていうですね、思いが自分の中で湧いてきました。でも今日僕自身に、そして皆さんにチャレンジしたいのは、悪を持って悪に、侮辱を持って侮辱に報いないということ。それだけで終わるんじゃなくて、祝福を祈ること。この祝福を祈るっていうのは、もしかしたら時や場合によって形は違うかもしれない。時には黙ること、相手のためとなると思うんだったら何か言うことかもしれないし、こういう時だからこそ誰か特定の国だったり人のせいにするんじゃなくて、お互いに励まし合い、優しく気遣う関係でありたいじゃないですか。だからまずは自分から変えていくことだなっていうふうに、僕自身が今すごいチャレンジされています。自分が何か一つ行動することによって少しでも僕は他の人に何か影響を与えることができたらいいなっていうふうに思っています。マイケル・ジャクソンがね、昔Heal the World っていう曲でね、Heal the world, make it better place for you and for me and the entire human race って歌ってましたけどいい世界に、優しい世界にしたいじゃないですか何言ってるのか分かんなくなってきちゃった。でも今日から自分自身から変えるところから始めていきたいなっていうふうに思います。皆様の上に神様の豊かな祝福とシャローム、平安がありますように。バイバーイ。食べていきたいと思います。いただきます。口の中がジョイフルジョイフルジョイフル。